がもう底べたですね。次30メーターやったらもう30メーター。まあ底べた言うても底につけとった根がかりするので、それでそこついたらまあまあ1メーター2メーター切ってもらって見せて乗せるっていうのが多いので、もう本当にリフト&ホールぐらいで、まあたまにこうリフト&ホールでも2、3回続けて、で必ずシャックルカットは止めると。で群れが通ったらまあヒットするっていうような感じですね。就業灯を焚いてるわけじゃなくて、そこに溜まるっていう要素がなかなか少ないんで、慣れてない人はね、逆に明るい間にその誘い方とかそういうのを練習して実際就業を焚いて本番になって、まあ、トラブルないようにしていただいた方がいいです。誘いのパターンとしては、まあ、支持棚が例えば30メートルってやったら、まあ、そこから2、3メーター下げて33ぐらいまで下げて、まあ、3、4回しゃくって止める。でその場でリフト&ホールして止める。まれにねずっとこう動かし続けてる人がいてるんですけど、基本はまあやっぱり誘った後手が安定した時に乗ってくることが多いので、基本はまあ誘った後はしっかり止めると。それで乗せる間を与えるってことですね。これあとはスッて上に上げてこうゆっくりゆっくりスローホールですね。スローホールをさせていく。で当然当たりがあったら穂先がこう戻ったりグッて竿先上がってグッと入ったりするので、今グッと入りましたね。でこう押してる時からねイカってついてきてるんで、まあ穂先に集中して、であと例えばまあシェイクって言われるこうちょっとね踊らして止める。で今度逆にゆっくりゆっくりゆっくりこうスローフォールとは逆にスローにこうゆっくりゆっくり上げていくパターンとか。これあと落とす時でもスローじゃなくて、例えば50センチ刻みぐらいにトントンって落としてその日によってね誘い方、この誘いがいいっていうパターンみたいなのがあって、それにマッチすると結構釣れるんですけど、合ってないとなかなか当たりが出にくいっていうのがあるんですけど、まあそこは釣ってる人のねちょっと乗船してる人の釣られてる方の動きとかを見て真似していただいた方がいいんじゃないですかね。で待って、まあ、当たりがなければ、ね、また誘いに入っていくと。誘った後の例えばどんだけ待ったらいいんですかという質問があるんですけど、当たる時はね本当に止めてちょっとしたらパンって当たり出る時もありますし、あとはねこう例えばなんか周りにイカがいてそうやなっていう感じの時もあるんですけど、基本は誘った後はまあまあ10秒ぐらいでいいんじゃないですかね。数えて待ってるわけじゃないんで、待つ時はもうずっとこのまま待ち続ける時もありますけど、それで逆にね誘って本当にその指示棚まで誘って本当にあと待ってるだけ待ってて、まあ船が若干こう上下したりするので、まあ、それが誘いになって逆に動かさない方がいいっていう時もあるので、動かしすぎると逆にこうイカが離れていくっていうんですか、そういう時もありますから、集魚灯が効き出して、まあ、棚がベイトが集まりだして棚がねしっかり決まればいいんですけど、それまではこう広い範囲を探る、まあ、そこから上まで探るっていう感じで、棚がまあある程度例えば30メーターとか20メーターとか決まってくると、まあ船頭さんの方からアナウンスも入ると思うんですけど、そうなってくるとそこら辺の棚を中心に探っていく。大西さんやったら大体その指示棚の何メーターぐらい？私やったら大体そうね、仮にまあ指示棚が30メーターでよう釣れてますよって言われたら33ぐらい、上下まあ3メーター前後ぐらいで、どっちかというと誘い上げていく。で今度逆に上の方からスローフォールを駆使して誘い下げるっていうんですかね。ベイトリールやったらまあクラッチ切ってサミングしながら上げてもらったら大体2メーターぐらい誘いするので下げていけるんで、そういう釣り方もあります。誘う時ですね、まあもちろんこういう、まあ今これリールを縦にしてるんで上側に向けてやるんですけど、私大体誘い入れる時っていうのはこうリールを寝かして誘いを入れることが多いです。なんでかっていうと、この方が手首のこういう動きを出しやすいですよね。こう例えばシェイクとかこうはちょっとやりにくいんですよね。シェイクする時は立ててこうやる方がやりやすいです。合わせの時もこうよりはこの方が多分ねストロークは取れると思うんですよね。
般的に言われるメタルステっていう、これメタリン25つけてます。でこれ上プニリンですね、つけてます。基本的にまあ上と下っていうのは違う色、明暗のはっきりしてこう分かれた色をつけるのが一般的で、もちろんね好きな色でまあ両方とも赤緑でもいいんですけど、基本的には違う反応みたいので違う色ですね、下と上とは違う色をつけるっていうのが一般的な。あとそれと色とかなんですけどね、まあ色はまあ自分が例えばよう釣ってる色があればもうそれでいいと思います。釣れてる時やとねいろんな色を試せるので、まあ釣れてない時ってねこう変えたところでそれが正解かっていうのがわからないので、釣れてない時は意外と変えない時が多いですね。釣れてる時はコロコロ変えて、ちょっとこの釣れてる中でもまあ釣れる色と釣れにくい色っていうかね、そういうのを見たりしますね。だからまあ私はどうしてもこういうケースにまあいろんな色とかサイズとかを持ってくるんですけれども、例えばもう自分がこの2色さえあったらいいわっていうのであればもうその2色でいいと思いますね。ただやっぱりそのマッチしない時ってやっぱりこう釣れないわけじゃないですけど、どうしても反応が鈍い時あるんでね、まあ色とかあとサイズですねはまあ多く持てるんだったら多く持っていただいた方がいいかもしれないですね。上側でいいかな、赤緑のやつがメタリンっていうタングステンボディのものですね。で下側は同じ20号ですけどメタリンライトっていう鉛合金製のもので、同じウエイトでもやっぱりタングステンをメインに使っているものと、まあ、鉛合金ではこんだけ大きさが変わってくる。もちろんね小さければ全ていいっていうわけじゃないんですけれども、タングステンのボディのメリットとしてはコンパクトにできるので、潮が速い時とか釣れる水深が深いとかそういう時はやっぱり有効だと思いますね。逆に大きいステンしか反応しないっていう時はタングステンよりは鉛合金製のシルエットが大きいやつの方がいいと思います。実際そういうことありますんでね。まあ仕掛けですね、まあ一般的にルアーではまあリグとか言ったりするんですけれども、うちの場合はまあ何種類か出させてもらってて、2本針の、ね、下にメタルスッテをつけて、上側にまあドロッパーと言われる、まあ、ポリリンみたいなスッテタイプと、あとエギをつけたりすると。あとこれはトリプルっていうのは言ったらメタルスッテとドロッパーを2つつけれるタイプ。遊漁船さんによってはメタルスって1つドロッパー1つっていうこう指定されてるところもあるんで、まあ、それは事前にねちょっと確認していただいた方がいいと思いますね。メータルリグの中でも例えば上のドロッパーがロング、ハリスがちょっと長いのと、まあ、短いのと普通一般的な5センチぐらいというのがあるんですけれども、状況によってね使い分けていただくと、この枝巣のとこ出てるとこってね回転ビーズなんで、例えば今短いより長い方がいいなっていう時はちょっとハリス切ってもらってね、こう長いのに変えたりできるので、それは状況に応じて、ね、使い分けていただきたいと思います。動かさない時がいいっていう時は意外とね上のハリスが長い、こうふわ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 ね漂ってる時のによく乗ってくるっていう時あります。達成高いとね短くてこうパン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 動かした方がいい時もありますので、もう本当に海峡次第で、イカメタルの場合細い方がいいとかそういうのあんまりなかったんで、私は今 0.6 使ってます。ちゃんと色分けされたね、10メーターごとに色分けされて1メートルのマーキングと5メーターのところでマーキングされているものを使ってます。リーダーはフロロのまあ3号か4号ぐらい、そういいする必要はないですね。太い方が針もあってね、トラブルこう竿に絡みつくとかっていうのもないんでね、まあ、ちょっと3号とか4号とか太めを使ってます。今日竿ね今使ってるのはこれはレトログラード X ですね。レトログラード X 6フィートのイカメタルの専用の竿になります。でまあこの竿見ていただいて分かるんですけど、先が蛍光イエローと、あとガイドラッピングは蛍光のオレンジになってます。非常に見やすいです。こういう蛍光の色を使っているので、まあ、暗い中でもお酒が見やすい仕様になってますので、また店頭でも見てください。で例えばねレトログラード X でいうと、これ今6フィート使ってるんですけど、あとまあ6フィート6インチっていうのがあるんですけど、長さの使い分けっていうのは、例えば釣り座で例えば三好側でこうちょっと海面から高さがある時は少し長めのものがいいと思いますし、例えば胴の間であんまりこう揺れずに時は短いのでいいと思います。で特にリフト&フォールですね、ストロークが長いそういうとか、あとフッキングのストローク取りたい時はやっぱりちょっと長めの方が、ね、いいと思いますね。
遊漁船が乗船する場合はですね、事前に船長さんにちょっと状況を確認してですね、それに合った、タックルをちょっと準備していくという感じでいいんじゃないでしょうかね。まだまだこれからも狙える剣先イカですのでね、次見ていただきたいと思います。